はい、どうも、あちです。本日は、育毛サプリの正しい選び方について解説をします。シャンプーの時、抜け毛が増えた気がする。鏡を見ると髪のボリュームが減ってる気がする。最近こう思ったことはありませんか？そしてこう思った方の中には、とりあえずサプリだけでも試してみようかなと思っている方も結構いらっしゃると思います。しかし、実はこの考えめちゃくちゃ危険です。僕の体感では、こんな方の 99% が間違ったサプリを買ってしまい、お金と時間を無駄にしています。実際に僕の知人もですね、育毛サプリを毎月4000円、半年飲み続けたけど、何も買わなかったという失敗をしていました。では、なぜ多くの人がサプリを買って失敗をするのか。それはネットの発信を鵜呑みにするから。おすすめの育毛サプリ5選、こんな記事や動画見たことありませんか？でも、こういった情報には、育毛サロン、AJ クリニック、アフィリエーターなど、売りたい側の都合が入っている発信が非常に多いです。だから今回はあなたがお金を無駄にせず、効果的に薄毛対策ができるように、世界最大の自毛植毛専門の学術団体の情報や、様々な論文を参考に解説をしていきたいと思います。また、動画の後半では、サプリメントビジネスの実態をご紹介しつつ、忖度なしで人気育毛サプリをレビューしていきます。このサプリ実際どうなの？こんな疑問を持っている方は、ぜひ最後までご視聴していってください。まず結論から話しますと、育毛サプリメントでは髪は生えません。でもこれを知らずに、では育毛にはサプリが欠かせないとか、サプリを飲んでるから安心とか、こう思っている人がめちゃくちゃ多いんですよ。確かに育毛サロンや AJ クリニックのカウンセリングに行くと、サプリメントを強くセールスされます。また、YouTube、TikTok、SNS など様々な媒体で多くの発信者が、このサプリメントおすすめです。薄毛を改善しちゃえたらぜひ飲みましょう。こんな感じで発信をしています。しかし、ここで質問です。育毛サプリの効果が証明されているエビデンスレベルが高い研究をあなたは見たことがありますか？実はほとんどの人がエビデンスではなく、なんとなく効きそうという思い込みから買ってしまっています。でも、実際論文を調べてみると、育毛サプリ単独で髪が生えたと証明されている研究はほぼない。しかも、小規模な実験が多い。サプリメントメーカーが関与している調査も少なくない。つまり、科学的根拠はめちゃくちゃ弱いんです。ただ、この事実を知らないと、育毛サプリに過剰な期待を寄せてしまう。飲んでる本人は薄毛に効いていると思ってるかもしれないが、実際は裏側でじわじわと薄毛が進行している。これ、非常に残念ですよね。では、育毛サプリは 100% 無駄なのかというと、実はそうではありません。それも薄毛というのは AGA と呼ばれる病気がほとんどのケースでは原因となってはいるんですけども、他にも様々な要因があります。例えば、タバコ、ストレス、アルコール、睡眠不足、栄養不足、治療薬の副作用、代謝の異常、肥満、様々な原因があるんですね。で、これ注目していただきたいのが、この栄養不足です。よくあるのが、鉄分がカルシウム、亜鉛、ビタミン B、ビタミン C、ビタミン D、ビタミンE、こういった栄養素が関係しています。これ大事なのがですね、こういった栄養素を補充すれば、育毛が促進されるというわけではありません。これらが欠乏していると、脱毛症につながるリスクがありますよ。その時は、この栄養を補充しましょうねってことなんですね。なので、こういった髪にいい成分を取ったからといって、それが育毛対策として機能するかは、人によって変わってきます。また、この動画を見ている方にはですね、マルチビタミンを取っている方も結構いらっしゃると思うんですよ。僕もいろんなところにクリニック行きましたけども、何回もセールスをされました。でもですね、これ、マルチビタミンって結構ビジネス的な要素が強いんですね。例えば、こちらのレポートを参考にすると、世界のビタミンサプリメントの市場規模は、2022年に日本円につき約 7.3 兆円くらいの規模があるというふうに推定されておりました。さらにですね、2023年から2030年にかけて 7.3% の年平均成長率で成長すると、こういうふうに予測されております。なので、これも非常に熱い市場なんですね。でもこれアメリカ市場での話ですけども、アメリカではね、このサプリメントでは内訳としてはこれマルチビタミンっていうのが一番多いんですよ。アメリカ人の約3人に1人が健康の維持とか改善を目的として毎日マルチビタミンを摂取しているとも言われております。ただね、例えばこちらの論文を参考にすると、こちらの論文は健康な成人を対象にマルチビタミンの使用が寿命に影響を与えたかっていうのを調べた、調査なんですけれども、結論でこれ、マルチビタミンを摂取しても死亡リスクは下がらないという結果でした。
もう少し深掘りをすると、サプリメントというのはあくまで補助なので、やっぱりね、サプリメントではなくて、食事から栄養を取った方がいいですよとか、あとはこれね、マルチビタミンを飲んだから健康なのではなくて、健康的な生活習慣を持っている人ほど意識が高いからマルチビタミンを飲んでるんじゃないかという、こういった形でね、やっぱ仮説があります。もちろんね、栄養が不足してるんだったらいいかもしれませんけども、やっぱそこまでね、欠乏レベルでやっぱり栄養が足りてない方って多くないと思うんです。そういった方からすると、じゃあ果たしてこのマルチビタミンっていうのは飲む価値があるのかとかやっぱ疑問が残ります。もうこれね、一種の宗教みたいなもんなんですよ。もうマルチビタミン飲んだからとりあえずいいでしょっていう思い込みから、とりあえずマルチビタミンを買って摂取をするね。こういった方非常に多いと思います。で、もちろんさっきも言ったようにね、この欠乏してるんだったら取ってもいいですし、あとは実際ね、服用することによって、マルチビタミン効くんじゃないかっていう思い込みから実際に効く可能性もあります。なんで、取りたい人は取ってもいいんですけども、ただね、やっぱ育毛サロンとか AJ クリニックの非常にこれ高い料金のサプリメントが売られておりますので、わざわざ高いお金を払って買う価値があるかというと、ちょっとここにやっぱね、どうしても疑問が残りますよね。またちょっと面白いことに、英語でちょっとリサーチをすると、How to Start マルチビタミンビジネスというね、こういった情報がたくさんヒットします。つまりこういったね、マルチビタミンとか、サプリメントのビジネスでどうやって稼ぐかっていう情報が結構ヒットするわけですよ。なんでこういった情報を参考に、そのビジネスで利益を得ている人がたくさんいるわけですよ。育毛サロンだったり、AJ クリニックだったり、もしくはオンラインショップを運営したりとか、様々な方がこういったね、YouTube とか TikTok とかの動画コンテンツを出して、集客をして、販売をして、利益を得てるわけですよ。でそういった方が資金提供をして論文とか出してることもあるわけですよね。なんで、こういったことを踏まえる。じゃあやっぱサプリメントって本当に買う価値があるんですか？もしくは、質が高いと言われてるサプリメントも、じゃあ普通サプリメントのじゃあ3倍とか5倍の高い料金を払って買う価値があるのか？やっぱここはちょっとね、やっぱよく考えてから決断した方がいいんじゃないかなと僕は思います。また、本日はもう一つね、人気の育毛サプリについてレビューしたいんですけども、こちらですね。人気育毛剤チャップアップが出しているサプリメントです。まずね、見出しとしては、ノコギリ足サプリメントね、毛髪診断書が監修していますよと。この中にね、亜鉛とか、夏白菊とか、他にもね、様々な成分が入っている、サプリメントですね。で、おそらくあなたも、こういったね、水毛関係の発信を見るとね、ノコギリ足は髪にいいと聞いたことがあるかもしれません。ではね、このノコギリ足、本当に髪に効くんですかってところについてはご紹介していきたいんですけども、まず前提としてね、我々の薄毛は主に AGA が原因ですけども、この AGA はね、男性ホルモンである DHT、こういった男性ホルモンの過剰生成によってこの AGA が引き起こされます。そして、このノコギリ足はですね、この DHT の生成を妨げる働きがあるというふうに言われているんですよ。フィナステロと一緒の働きですね。果たして本当に効くのかというところで、論文いくつかあったんですけど、例えば、こちらをね、論文を参考にすると、こちらですね、AGA の患者100名を2つのグループに分けました。1つ目が24ヶ月間、毎日ノコギリ足 320mg を投与するグループ。もう一つが、同じ期間ね、24ヶ月間、毎日フィナステロ 1mg を投与するグループ。この2つに分けて、24ヶ月後ね、経過を見たところですね、結果としては、フィナステイドは 60% にわずかな改善、6% に中程度の改善、2% に大幅な改善という結果でした。一方、ノコギリ足は 38% にわずかな改善、中程度または大幅な改善は誰もいませんでしたよね。なんで、実験規模が小さいし、何とも言えないんですけども、完全に無駄ということはなさそうかなというのは言えます。しかしこれね、やっぱあくまでサプリメントなんですよ。AGA というのは病気です。病気なので、医学の力で対策をしていく必要があります。サプリメントでは限界があるんですね。あなたが本当に薄毛悩んでいて AGA が発症してるんだったら、これやっぱどうしてもね、サプリメントではなくて、フィナステイド、ミノシジルといったような AGA 治療をしていく必要があります。さらに言うとこれね、薄毛対策の効果だけじゃなくて、金銭面の負担も大事じゃないですか。で、僕がね、今見ている現在のこのチャップアプリのサプリメントっていうのは、定期コースを申し込むんだったら、480円で最初買いますとなってはいるんですけども、2回目以降はね、2ヶ月分で約1万円なので、1ヶ月あたりに換算すると、月5000円のコストとなっています。ちょっとやっぱりここは僕の感覚としては高いかなと思っています。というのもね、僕自身はフィナステイド、ミノシジルをね、どっちも使っていますけども、両方合わせて1ヶ月で3000円以下で
買うことができていますので、そういうとね、フィナスティドとノコギリ足は似た系統の働きがあります。フィナスティド飲んでるんだったら、わざわざ似た系統のノコギリ足を飲む必要はありません。こういったことを踏まえるとですね、薄毛が気になっている。でも、AGA 治療は絶対したくない。こんな方だったら選択肢に入ってくるかもしれませんけども、しっかり薄毛を改善させていきたいと思ってるんだったら、残念ながらね、こういったノコギリ足のは選択肢には入んないんじゃないかなと僕は思っております。またですね、さっき育毛サプリの話で、栄養素が欠乏すると脱毛が起こる。なのでね、本当に欠乏レベルで足りてないんだったら、そこに対してね、ビタミンとか、鉄分とこういったものを補充していきましょう。これは効果あるかもしれませんっていう話もしましたけども、これってね、健康でも一緒だと思うんですよ。つまり、体にね、いろんな不調があったらですよ。その不調を治すために栄養が分散するわけです。薄毛対策とか髪の健康以外のところにも分散してしまうんですね。なんで、あなたが薄毛対策をしていくんだったら、やっぱその薄毛対策の効果を最大限発揮させるために、健康のベースラインを上げていくっていうのは、とてもこれ大事な考え方かなと思ってきます。で、今回全体的にですね、育毛サプリってほぼ意味ありませんよねという話になってしまいましたけども、じゃあこれが健康にどうなんですかっていうふうに幅を広げると、結構おすすめできるサプリっていくつかあるんですよ。で今回ね、サクッとね、3つね、健康にいいサプリをご紹介したいと思いますので、もしあなたがね、普段栄養が足りてないなとか、さらにベースライン上げていきたいなと思ってるんだったら、ぜひちょっとね、参考にしてみてください。で、まずね、サプリメント一つ目がメラトニンです。これはね、睡眠の改善サプリメントで、この体内時計を調節してですね、この睡眠を誘発する働きがあります。で、やっぱりこの現代人って、娯楽が多いし、夜中やっぱずっとスマホ触ってる方も結構いらっしゃるじゃないですか。なんで、体内時計が狂ってしまって、結果的にね、睡眠の質が悪い人が多いんですよ。で、睡眠の質が悪い、例えば成長ホルモンとかをちゃんと分泌されなかったりするんで、体の成長ね、髪の成長もそうですよね、とか、健康の維持とかにおいて、非常にネガティブな働きがあるわけですよね。なんでもう美容とかアンチエイジングとか健康の根底に睡眠があるわけですよ。なんで、睡眠の質がね、低いなと思ってる方はぜひメラトニンを活用するっていうのは一つの手段としておすすめです。そして二つ目がですね、ビタミン D ですね。実はこれね、本当に怖い研究があって、室内で働く人の約9割はビタミン D が不足しているみたいなリサーチもあったりします。なんで、欠乏まではいかなくても不足している人はすごく多いんですけども、じゃあビタミン D ってどんなメリットがあるんですか？例えば、メンタルの安定とか、免疫力だったりとか、あとインスリン抵抗性ね、糖尿病とか関係してきますよね。あとは体の抗酸化能力、これはアンチエイジングとかに関係してきます。様々なところに関係しているのでね、ビタミンの中では唯一取った方がいいと、積極的に取った方がいいと言われがちなね、結構サプリメントの一つでもあったりします。本当ね、マルチビタミンとかビタミン C とかで全然これは大事なサプリメントです。インドアな人でね、普段太陽光当たりませんよという方は、ぜひこのビタミン D も摂取するのはね、おすすめです。僕も本当ね、5年、6年ぐらいも摂取していますので、これ非常におすすめのサプリメントです。そして最後ですね、3つ目がプロテインですね。やっぱね、栄養素で一番大事なのは、タンパク質ですね。もちろんタンパク質を取りすぎるとやっぱり負担はあるんですけども、筋トレめちゃくちゃしていて、意識的にもうタンパク質補給してますよって方以外は基本的には高タンパクになることはないかなと思いますので、一般的には足りない、もしくはベース2のね、基準よりもやや下回っている。こういった方が多いかなと思います。やっぱりこの髪の毛もね、主成分はタンパク質ですので、髪の健康を保つ上でもタンパク質というのは非常にこれ大事な栄養素です。じゃあ、このタンパク質、1日にどれくらい摂取すればいいのかっていう目安としては、まず最初はね、体重かける 1g を目指してください。で、筋肉という面で見ると、これ筋トレしてない人でも体重かける 1.6g ぐらいまではメリットがあると言われていますので、1g を達成したら 1.6g ぐらいまでは目指してもいいかもしれない。体重60キロだったら 100g ぐらいですね。ここまで近づけられるとベストかなと思います。でやっぱり外食だったりとか、コンビニのね、ご飯だったりとかがメインになってくると、なかなかタンパク質って効率的に摂取できないケースがありますので、タンパク質が普段ね、自分はどれくらい取ってるかとかいった計算してみて、足りてない場合はこうやってね、プロテインとかを活用するのもおすすめです。
でね、今回メラトニン、ビタミン D、プロテインね、ご紹介しましたけども、概要欄の方にね、僕が使っている商品のリンクの方も貼っておきますので、ぜひね、興味ある場合は参考にしてみてください。ということでね、最後にポイントを3つまとめますね。1つ目、サプリメントはあくまで補助。メインは食事なんで、食事改善が優先と。2つ目、サプリメントでは薄毛は治りません。AGA 治療が欠かせない。3つ目、ほとんどの人にとって育毛サプリに高い金を払う価値はない。なんで今回ね、マルチビタミンビジネスについてご紹介しましたけど、やっぱりこのサプリメントに利益を得ている人はこれ非常に多いんですよ。なんでもちろんこれ効果がゼロとは言いません。ゼロとは言わないが、根本的な対策にならないケースも非常に多いですのでね、これは今後ね、薄毛以外の分野でも気をつけていただければなと思います。あとね、あなたも気づいていると思うんですけど、やっぱりこういったね、育毛サプリとか育毛剤とかなんでもいいんですけども、この薄毛対策って根拠のない情報が非常に多いんですよ。これに騙されるとお金を失います。薄毛がちゃんと改善されず、いつまでもこのコンプレックスを抱えたまま生きていくしかありません。ただですね、やっぱ残念なことにね、こういったように騙されてしまう方が非常に多いんですよ。なのでこういった被害者を一人でも減らすために僕は薄毛治療の基本マスターことという無料メルマガ講座を運営しています。こんな感じでね、レビューもたくさん回っていますので、ぜひね、あなたも薄毛が不安だったらご活用ください。それではね、本日も最後まで動画をご視聴していただきありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。